サンヌーンです。ご視聴くださりありがとうございます。今回ご紹介させていただくのは、フェイクレザーのクラッチバッグです。フェイクレザーは100円均一ショップで売っている合皮はぎれを使います。サイズは縦22センチ、横幅30センチです。持ち手付きです。ファスナー付きで裏地付きです。内ポケットは2つ付いています。こちらは以前別の動画でご紹介させていただいたフラットポーチです。今回の裏地はお揃いで作ってみました。こちらのポーチもすっぽり入ります。おしゃれを楽しみたい大人女子にぴったりのアイテムだと思います。今回はゴールドのタッセルとシフォンのレースで可愛く飾り付けをしました。クラッチバッグを持ったことがないという方にも100円均一ショップで手に入るフェイクレザーで作れますので、手頃に作れると思います。ぜひ作ってみてくださいね。最後までご覧ください。クラッチバッグの材料紹介します。まず今回合皮は100円均一ショップで売っている合皮はぎれを使います。バッグの表地は縦47センチ、横幅33センチご用意ください。裏地も縦47センチ、横幅33センチご用意ください。こちらは内ポケットです。内ポケットは縦16センチ、横幅33センチご用意ください。こちらはバッグに取り付ける際のタブです。D カンを通します。タブは縦4センチ、横幅6センチでご用意ください。D カンは 2.5 センチのサイズをご用意ください。こちらは持ち手です。縦6センチ、横幅34センチご用意ください。ファスナーは30センチのファスナーを1本ご用意ください。持ち手はこちらの両面カシメで留めます。サイズは大サイズを1組ご用意ください。今回は表地と持ち手とタブに合皮を使います。シンプルなクラッチバッグなので、今回はせっかくなのでこちらのシフォンレースで飾り付けをします。そしてシフォンレースのゴールドに合わせてゴールドのタッセルをバッグに飾り付けます。飾り付けはお好みでどうぞ。それでは内ポケットを作ります。裏面を上に向けて置いてください。そして上下を1センチ1センチで三つ折りします。1センチ1センチで三つ折りしましたら、三つ折りした部分を縫います。それでは裏地に内ポケットを縫い付けます。裏地の表面を上に向けて置いてください。そしてこちらの角から7センチのところに印をつけます。角から7センチのところに印をつけました。そうしましたら内ポケットをこちらの印に合わせて留めます。待ち針でこのように留めましたら、中央のところに線を引きます。横幅が33センチですので、端から 16.5 センチのところに線を引きます。端から 16.5 センチのところに線を引きました。そうしましたら内ポケットを縫い付けます。まず底のところを縫います。そして両脇を縫っていただきまして、最後にこちらの引いた線の上を縫います。このように2つのポケットができました。縫う際はポケットの底の方側からポケット口に向かって縫う方が綺麗に縫えます。それではタブと持ち手を作ります。まずタブは上下に1センチずつ折ります。持ち手もまず上下を1センチずつ折りまして、そして半分に折ります。このように折りましたら、どちらも両端を端ステッチします。
合皮を縫う際はミシンの押さえをテフロン押さえに変えていただくと縫いやすいです。それでは表地の方にレースを縫い付けます。飾り付けはお好みでどうぞ。今回はこちらのシフォンレースを縫い付けます。レースなどを縫い付ける場合はお好みの位置に縫い付けてください。今回は端から9センチのところにレースを合わせて縫い付けます。合皮なのであまり針は刺したくないんですけれども、位置がずれないように少しだけ留めておきます。お好みの位置にレースを留めましたら両端を縫います。こんな感じです。表地にタブと D カンを仮留めします。まず表地の左側の角から5センチのところにタブを仮留めします。タブに D カンを通していただきまして、その際にこちらが開いている方です。このように表側を外側に向けていただきまして、そして角から5センチのところに合わせてタブを留めます。角から5センチのところにタブをこのように輪にして留めました。そうしましたら端から5ミリのところを縫います。何度か返し縫いしておいてください。それでは表地にファスナーを縫い付けます。まず表地を半分に折っていただきまして、中央に印をつけます。今回はこのように濃いブラウンの生地なので、着ペンで印をつけても見えづらいので、中央に少し切り込みを入れて目印とします。このように中央に少しだけ切り込みを入れました。あまり深く切りすぎないように気をつけてください。反対側にも半分に折って中央に切り込みを入れておきます。ファスナーを半分に折って中央に印をつけます。このように中央に印をつけましたら、ファスナーをこちらが取っ手の表面の方なんですけれども、裏に向けていただきまして表地の端に合わせます。そしてまず中央を合わせて留めます。中央を合わせましたら表地の端に合わせてファスナーを留めます。ファスナーを留めましたら端から5ミリで縫います。ファスナーを縫い付ける際はミシンの押さえをファスナー用の押さえに変えていただくと縫いやすいです。端から5ミリで縫います。ファスナーの取っ手はずらしておきます。ファスナーの取っ手が近づきましたらずらしておきます。ファスナーを縫い付けましたら裏地と縫い合わせていきます。裏地を一緒に縫い合わせる際に内ポケットはこちらの方にあるような状態にしておいてください。内ポケットがない側の端の方に縫い合わせていきます。まず中表に合わせます。裏地と中表に合わせてピンで留めましたら、先ほど縫ったミシン目よりも2ミリ下のところを縫っていきます。ミシン目よりも2ミリ下のところを縫っていきます。ファスナーの取っ手が近づきましたらずらしておきます。このように縫えましたら開いていただきまして、ファスナーと裏地の端の部分を押さえステッチします。その際にこちらの縫い代は裏地側の方に倒しておいてください。裏地を少し引っ張りながら縫うと縫いやすいです。ファスナーの取っ手が近づきましたらずらしておきます。こんな感じです。そ
それではファスナーの残りの方をこちらの表地に縫い付けていきます。中表に表地を半分に折りまして、そして先ほどファスナーの中心に印をつけていただいた部分と表地の中央に切り込みを入れていただいたところを合わせます。そしてファスナーの端と表地の端を合わせてピンで留めます。このような状態です。ピンを留めましたら端から 5mm のところを縫います。端から 5mm のところを縫います。ファスナーの取っ手が近づきましたらずらしておきます。残りの裏地の端にファスナーを縫い付けます。裏地を中表に半分に折ります。そしてこちらの端と端を合わせてピンで留めます。このような状態になっています。ピンで留めましたら先ほど縫ったミシン目よりも 2mm 下のところを縫います。こちらのミシン目よりも 2mm 下のところを縫います。ファスナーの取っ手が近づきましたらずらしておきます。このように縫えましたら開いていただきまして、先ほどと同様にこちらのファスナーと裏地の縫っている端の部分を押さえステッチしていきます。こちらが先ほど押さえステッチした方です。こちらを押さえステッチします。この際に先ほどと同様に縫い代は裏地側に倒しておいてください。裏地を少し引っ張りながら縫うと縫いやすいです。ファスナーの取っ手が近づいてきましたらずらしておきます。こんな感じです。ファスナーをこのように縫い付けましたら両脇を縫います。まずファスナーは途中まで開いておいてください。そしてこちらのファスナーの端の部分を裏地側の方に倒しておきます。ファスナーの端を裏地側に倒しましたらピンで留めます。反対側も同様にファスナーの端は裏地側の方に倒してください。そして両脇を合わせてピンで留めます。その際に D カンがこのように8になっていないように気をつけて留めてください。このように両脇をピンで留めましたら、片方の裏地側の脇に返し口を10センチから12センチほど開けていただいて、縫い代1センチで縫います。片方の脇はそのまま全て縫い代1センチで縫います。ミシンの押さえは普通のミシン押さえに戻しておいてください。返し口より表に返します。表に返せましたら返し口を手縫いでまつります。返し口をまつれましたら裏地を表地の中に入れます。それでは持ち手を D カンにつけます。まず持ち手の端から1センチで中央のところに穴を開けます。目打ちやポンチなどを使って穴を開けてください。反
対側にも同様に端から1センチの中央のところに穴を開けます。このように開けましたら、片方のところをこのように D カンに通していただきまして、だいたい 2.5 センチで折ります。そして先ほど開けた穴のところにもう一度目打ちをさせていただきまして、このように反対側の方にも穴を通します。3箇所穴を開けましたら、バッグを裏に向けてください。穴に両面カシメのこちらの足の長い方を通していきます。両面カシメは大サイズをご用意ください。まず端から2つ目の穴に通していただきまして、こちらこのように折っていただきまして穴に通します。そして端の持ち手の方をこのように輪にしていただきまして、最後の穴に通します。このように通しましたらカシメで留めます。そして内台と内具を使ってカシメを留めます。これで持ち手を取り付けることができました。最後にタッセルを飾り付けします。今回はバッグに縫い付けたシフォンのレースのこちらのゴールドに合わせてゴールドのタッセルを付けます。ファスナーの取っ手の部分にタッセルをつけていただいても可愛いと思いますし、こちらの D カンなどにつけていただいても可愛いと思います。今回はファスナーの取っ手の部分にタッセルをつけます。こちらで完成です。クラッチバッグが完成しました。最後までご覧くださりありがとうございました。高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。